世界中のアーミーに愛されている BTS。とうとう、長男のジンが入隊してしまいましたね。何年も兵役問題が話題になっていましたが、BTS メンバーは最初から普通に軍隊に行くことを決めていたのではないでしょうか。今回は何事にも一生懸命で周りをハッピーにしてくれる BTS の心が温まるエピソードをご紹介していきます。MV 撮影音響トラブルでも明るく盛り上げる。Permission to Dance といえば、世界中の人たちとダンスでつながることができる素晴らしい曲ですよね。そんな Permission to Dance の MV 撮影をしていた BTS メンバーですが、撮影中に音響トラブルが起きてしまいました。それは7月18日に公開された MV のビハインド映像で発覚したのですが、BTS やダンサーが楽しそうに踊っていたところ、急に音楽が止まってしまったのです。ちょうど映っていたシュガは、あれ?という顔をしながらも、他のメンバー同様踊り続け、さらに全員で掛け声を合わせ、無声な状況を埋めていました。この映像を見たアーミーはプロフェッショナル。さすが BTS と絶賛し、BTS が急なハプニングにも動じず振る舞う姿に感動します。例えば、一般の方でも演奏中に何かあっても続けるように言われていますが、MV を撮影中の BTS の場合は、映像を使用しないことを考え、ダンスを止めてしまってもおかしくなかったですよね。メンバーの対応があまりにも自然で、音響トラブルのことに起こるわけでもなく、そのまま続けていて、いいものを作ろうと努力していることはもちろん、スタッフや共演者のために、日頃から良い空間づくりをしていることが伺えました。グラミー賞を逃して悔しくてもポジティブ発言。BTS は今まで2回グラミー賞でノミネートされたことがありますよね。ですが、惜しくも2回とも逃してしまっています。世界中にアーミーがおり、いつも一生懸命に頑張り、ノリに乗っている彼らにとって、賞を逃してしまったということは、相当な精神的ダメージがあることでしょう。ですが、メンバーはアーミーの前で明るく振る舞い、正直な気持ちを伝えながらも、前向きなメッセージを送ってくれました。1回目のグラミー賞の結果後のブライブでは、少し疲れたように見えるメンバーですが、一生懸命にハッピーな場にしようとしてくれていることがわかります。長男のジンは、ジミンがくるくる回り駒のようだったと冗談を話しますが、さっき起きたばかりというお疲れなジミンはありがとうございますと、ちょっとそっけない反応をし、それがまた普段のメンバーの姿なので、アーミーは和やかに、他にも J-HOPE が残念じゃないというのは嘘なんですと正直な気持ちを話し、シュガに J-HOPE が一番残念がっていたと暴露されたり、リーダーの RM が受賞前にペットボトルを立てるゲームをしていて、成功したら受賞されると言ったのにもかかわらず、ゲームは失敗に終わったと J-HOPE が話し、大爆笑するメンバーがいます。ですが、この成功したら受賞されるというのは、どうやら J-HOPE が勝手に決めたことだったようで、舞台裏の可愛いメンバー同士のやりとりが分かりました。放送の最後には、全員でありがとうアーミーと感謝の言葉で終えています。2回目のグラミー賞後では、スパイ映画のようなパフォーマンスの中で、ジャケットパフォーマンスやレーザービームを使った演出がとても難しく、一生懸命練習したことを教えてくれます。また、惜しくも賞を逃してしまったことをジミンが話し、アーミーがメンバーのことを心配することをむしろ心配していると言い、RM がもともと僕たちはコンサートが中心ですとアーミーを元気づけようとしました。そしてシュガも
コンサートをしてちょっと寄ってきただけじゃない、ちょっと寄ってきただけと話しますが、ジミンが違うよと答え、シュガも悔しさがこみ上げてきたのか、すごい頑張ったんだと話し、笑いを誘います。続けて RM もちょっと寄るだけのために何度も洋服を着たり脱いだり、ルイ・ヴィトンも洋服を貸してくれたりしたと話し、ジョングクはちょっとのために洋服を制作しなかったっけと突っ込み、さらに爆笑。仲の良いメンバーはどうやったら前に進めるのかよくわかっているようで、正直な気持ちは隠さず、それでいてマイナスなままでいないように前向きなことも言い、アーミーの気持ちも考えていて、さすがハッピー少年団と言われるだけありました。2回もグラミー賞を逃してしまったことは、本当にアーミーの皆さんも悔しかったことだと思いますが、みんなが信じてくれれば、BTS の活動は続くと話してくれていますので、これからも楽しみが続くと考え、いつか受賞する日を楽しみにしたいですね。ダウン症の少年にチケットをプレゼント。ダウン症の少年に BTS からチケットをプレゼントしたことがありました。それは2年ぶりにオフラインのコンサートをすることになったロサンゼルスのコンサートのことです。アメリカのロサンゼルス地域のテレビ局 NBC、LA がハリソン君という14歳のダウン症の少年に BTS のロサンゼルスコンサートの無料チケットがプレゼントされたと報道しました。ハリソン君はもともとアーミーでカリフォルニア州ニューベリーパークに住んでおり、BTS のロサンゼルスコンサートが開かれることがわかると、近所の家や庭の掃除をしてお小遣いを稼いだそう。そんな出来事が GoFundMe というオンライン募金サイトに掲載され、ハリソン君が BTS の曲に合わせてダンスする姿やバターの洋服を着て働いている映像が流れ、100人以上の人が募金に協力し、3500ドル日本円で約41万円を超える額が集まります。ですが、チケット発売当日瞬く間にチケットは完売し、ハリソン君や応援者の願いは届きませんでした。ところが、この話は会場の運営陣まで行き、ハリソン君をソフィスタジアム100万人来場特別ゲストに認定、無料チケットをプレゼントしたとのこと。チケットの贈呈イベントで、ハリソン君はジョングクの文字が書かれた T シャツで登場しました。推しのメンバーはジョングクということでしょう。そして、コンサートの初日に家族と共に観覧したそうで、ハリソン君のお母さんは BTS のコンサートを見るために、ハリソンは本当に一生懸命働いた。話が広まった愛をいただいたと感謝を述べていたそうです。他にも、ジョングクが BTS のコンサート中、車椅子の少女のところに会いに降りて行ったということがありましたが、その時、前もって警備の人に話をしていて事故もなく、車椅子のアーミーに素敵なプレゼントとなる触れ合いをしたことがありましたよね。今回のことは、BTS から直接チケットをプレゼントしたというよりは、コンサート会場の運営者側からプレゼントされたようですね。しかし、日頃から事務所のこのような運営方針やメンバーのアーミーに対する考えがあり、今回のような出来事が実現できたのかもしれません。とにかく、心温まるエピソードに、アーミーは夢のために行動できるのって素晴らしい。ハッピーエンドの素敵なエピソードになったよ、と一緒に喜んでいることがわかり、ハリソン君がコンサートを鑑賞できたことを喜ぶアーミーの姿にも、さらにほっこりしました。まとめ。いかがでしたでしょうか。急な音響トラブルや、待ち望んでいた大きな賞を逃してしまっても前向きに振る舞うメンバーがいましたね。また、会場の運営者からかもしれませんが、努力するアーミーにハッピーなプレゼントをしていたことがわかり、ますます BTS に対して
大好きな気持ちと尊敬が深まったのではないでしょうか。兵役があり、全員が揃うのは2025年と言われていますが、ゆっくり見守っていきましょう。